ありがとう。Thank you. Nice to meet you. Sleep. People sleep. 皆さん、こんにちは。僕はオズです。今日は日本語でエピソード3です。エピソード3。今日の話はペットのこと。僕はペット2つも飼ってます。犬も猫も。今日の動画は犬の話。僕の犬は10月12日に生まれて、先週は10歳になった。誕生日おめでとう、メープルくん。動画入りたい？ Alright. Sit here? Okay? メープルです。ね。メープル、はじめまして言って。Thank you. ありがとう。Okay, thank you. Can you sleep? ありがとう。Thank you. Nice to meet you. Sleep. メープル、sleep. メープル、sleep. Good boy. Good boy. ごめんなさい。メープルは本当に日本じゃなくてカナダの犬です。カナダで生まれて、3歳ぐらいになった時、カナダから一緒に日本来た。僕は子供頃ずっとペット欲しかってた。でも両親はペットのこと、動物のことをあまり好きじゃなくて、特に家に飼ってるのはちょっと嫌だで、いつもダメって言った。でも多分僕は中学生の時何回もお願いして猫や犬じゃなくてウサギ飼った。ウサギは僕の最初のペットだった。名前はリルだった。でもそんな時僕は動物どうやってtake care やり方わからなくてちょっと困って、でも両親は絶対動物のこともわかんない、そんなにとあまり手伝くないから多分2歳や3歳ぐらい時リルちょっと病気になって死んじゃった。すごく悲しかった。絶対僕のせいだった。多分ご飯あげすぎで、リルはずっと食べる。人間はお腹がいっぱいだったらもう食べない。でも多分ウサギはそんなこと分かんなくて、それ分からなかった。あげすぎすごく太って多分それですぐ死んじゃった。その状況あとちょっと怖くて、ペット欲しかったけどまた他のペット飼ったらまた死んじゃったらすごく悲しくなるから、もう今ちょっとペットやめて、もう他の動物飼わなかった。日本に越したら猫や犬飼おうかな思って、でも一人独身、そして仕事も朝から夜ずっと家いないから、動物飼ったら多分猫や犬はずっと一人で寂しくなって、多分人生は幸せにならないから、日本でペット飼わなかった。カナダ戻ったら日本人の奥さんと一緒2人で話して、彼女も犬好きで2人でじゃあ2人だったら多分ペットの犬だったら多分うまくいくと思って犬買うのを決めた。実は種類は奥さんは大きいの犬好きだからゴールデンリトリバーやラブラドールとか欲しかったけど、実は僕は子供頃からジャック・ラッセル・テリアという種類すごく好きで、映画でもいっぱい出て
The Mask、ジム・ケリーのマスク映画も、と My Dog Skip、すごく感動するのドラマ映画で、ジャック・ラッセルの犬行って、僕はずっとそんな種類の犬欲しかった。カナダで調べて、ジャック・ラッセル・テリア子犬見つけて、メープル買った。また日本に行きたい決めて、ペットの病院に行って調べて、メープルもカナダ一緒に行けるけど、その前多分半年ぐらいやもう1年ぐらいのいろいろ必要ものある。例えば最初はワクチン注射わからない注射は必要です。普通の注射だけじゃなくてすごく特別のなんかウイルスのテストもある。そのテストはカナダでなくてアメリカだけにやってるから、カナダの動物病院からちょっと血取ってアメリカまで送って、あそこのテストして待ってて、その返事来るまで何もできない。その返事は OK だったら、その後マイクロチップ入れていろいろまた注射して半年ぐらいカナダいるの必要です。コレンティーンということ。もし僕はメープルの全部そのことしなかったら、すぐ日本行ったら日本の空港でメープルは半年出られない。あそこのコレンティーンの場所ある。あそこでずっと泊まってお金も払うのと、かわいそう青もできない。だから半年は一人になっちゃう。それ絶対嫌だと思って全部日本行く前準備した。そしてメープルは14、13キロ太ってるね。僕と同じね。そうちょっと大きい犬だから飛行機の中座る場所じゃなくて下の荷物ある場所で置くの必要だった。かわいそうと思って、でもしょうがない、それしかないからでも出たらメープルの顔を見てすぐ分かった。すっごく大変だった。12時間13時間ぐらい走るもできない。ボックスの中ニュースペーパー新聞あるけど、その上おしっことうんちするの。でも一緒にずっとボックスの中13時間から、それも嫌だった。走るもできない、散歩もできない、人もいないから一緒に遊ぶや一緒に誰かいるのこともじゃなくて、ずっと一人で荷物の場所だったからすごくかわいそうだった。でもよかったらヘルシーだった。全然問題なかった体のこと。最初は僕は北海道行った前ちょっとだけ2ヶ月3ヶ月ぐらい奥さんと一緒に名古屋行った。そんな時奥さんの両親の家泊まって、僕は北海道仕事の全部ちゃんとなるまで一人で行った。でもその後メープルは北海道来て1年半ぐらい一緒に北海道で住んで、すごく楽しかった。メープルはカナダにいるからそんなに寒くなかった。いつも走って雪と遊んですごく喜んでた。メープル Did you like Hokkaido? Did you like Hokkaido best? Yeah? でも奥さんと離婚したら奥さんは名古屋行って僕は千葉行った。そんな時から今までずっと一緒に住んでる6年ぐらいね。千葉でメープルすごく人気の犬です。みんな周りの近所の人はメープルの名前も知ってる。多分2人は僕は外国人だから2人一緒に行ったらすぐ覚えられる。さらに普通の散歩じゃなくて僕は自転車乗ってメープル隣走って
近所のいろいろ場所行ってみんな周りの人ずっと見てる。でも5歳になった後やっぱりメイポルのことを普通の犬じゃなくてもっと家族っぽい僕の弟みたいな感じになったから一緒に楽しみしたい。毎年どんどんもっと旅行っぽいの旅行みたいな感じで一緒に楽しみたい。あれ Where are you going? 最初は伊豆はすごく犬フレンリー、ドッグフレンリーの街です。あそこは犬の何がホテルもある、温泉もある、一緒にフェリーも船も乗るできる、いろいろのカフェとレストランもある。すごくドッグフレンリーの場所が多い。その後マウント富士の場所も山梨県もあそこも犬フレンリーものは多い。去年は川口湖のキャンピングのグランピングのカビン予約してあそこ一緒にメイポと一緒に泊まってあそこ温泉もあったドッグランの場所もあった湖の回ってレンタル自転車も持っていろいろ森の場所を走ってすごくエコじゃないエンバイロメント自然な感じでメイポすごく好きだった。今回はレイク最高は他の湖マウント富士の周りの湖での隣キャビンで泊まってそして千葉からメイポルのお菓子とケーキも買ってあげてメイポルもお菓子食べて楽しかった。メイポルも元気体もいい毎日運動する散歩行く走るから多分メイポルは14歳以上になるかな。もう5歳6歳7歳ぐらい残ってるかな。考えたくないけど考えちゃうからできれば毎日メイポルと一緒にいい日過ごしたい。特に誕生日の日。じゃあそれは全部かな。メイポルのこと。メイポルすごくいい犬。他のメイポルの動画も見たいと僕の英語のチャンネルも見たら時々出てくるメイポルリンクはあそこです。YouTube のオジオスムと調べたら僕のチャンネル出てくる。そして僕は猫も飼ってる。名前はカイデ。今度の動画はカイデの話。カイデは日本人。日本で見つけた猫、野良猫だった。その話も面白いからよかったら来週その動画も見てください。じゃあ今日で終わりましょう。見てくれてありがとうございます。日本語は下手ですからごめんなさい。でももっと練習してもっと勉強してうまくいくと思ってる。もし質問やコメントあったらぜひコメントしてください。そして僕の動画好きだったらもっと見たかったらぜひ登録してください。そして英語興味ある人もよかったら僕の英語チャンネルもぜひ行って見て登録してください。また来週。ピース。